いい眺めやな。すごいな。おはようございます。三区のとしです。今日は兵庫県丹波篠山市滝連山来ておりまして、これからコース紹介していこうと思います。滝アルプスとかもね、言われますけども、今日は一周ぐるっと周回するコース、ヤマップの予定では約12、3キロのコースですかね。はい、それでは早速行こうと思います。それでは行きましょう。目的地は右側です。それではこの駐車場からね、スタートしていきます。駐車場にはトイレとか自動販売機とかはありませんので、事前にご準備してからお越しください。今日も天気良さそうです。はい、こちら登山口。ちょっと分かりにくいんですけどね、この民家のこの間から登っていきます。最初に目指す山は御嶽、標高793メートル。現在の標高が278メートルですので、約500メートルアップぐらいですね。御嶽山頂まで距離は 2.8 キロ書いてますね。お、いきなり階段。階段終わると尾根筋の結構急な上り坂ですね。ただいまスタートしてから約1キロ、標高は430メートルですね。まあ出足ね、結構急な斜面でしたね。まだまだ登っていきますよ。ちょっとフラットのところはね、トレランできます。倒木、右の方に巻く道ができてますね。しておりましょう。しばらくね、平坦っぽい道が続いてまして、現在標高は480メートルですね。天気によけてね、結構尾根沿いでね、まだ見晴らしはそんなに良くないですけど、なかなか良さそうな雰囲気のあるところです。こちら鳥居堂跡、スタートしてから約2キロですね。標高は527メートル。これを左に行くとクリンソウ群生地、お花ですよね。ちょっと山のお花ももうちょっと勉強しよう。ここは左か。左ですね。ここが御嶽寺跡。ちょっとなかなか当て字なんでね、読みにくいですけどね。礎石が20個もあるらしいね。礎石はこの辺りかな。はい、御嶽寺の辺りで3キロ弱ぐらいですね。標高が590メートル。ここから次はね、御嶽山頂を目指していきます。あと200メートルアップぐらいですね。さあ、ちょっと岩っぽくなってきましたね。なかなかの直登やな。まっすぐちょっと見晴らし良さそうなんで行ってみましょう。おお、いい眺めだ。気持ちいい。岩っぽくなりましたね。岩っぽいいうか岩場やな。あの上か。振り返るとこんな感じの景色。登山道こっちですね。東屋が見えてきました。仮設トイレみたいなのあるけど使えるのかな。あれは何やろ。後でこっち通るんでまた見てみます。御嶽山頂の方ですね、向かっていきます。なかなか見晴らし良さそうなとこに来ました。はい、ここが御嶽山頂到着しました。標高は793メートルです。おー、いい眺めやな。すごいな。御嶽山頂でちょうど1時間ぐらい。距離が 3.5 キロ。めちゃくちゃいい眺めです。いっぱい山あるな。丹波の方の山もいいな。
それでは次は西ヶ岳ですかね、目指して進んでいきます。こちらの西ヶ岳ですね。さあ稜線を進んでいきます。ツツジがめちゃくちゃ綺麗な。ここに見えるあれが西ヶ岳かな。上りもあります。分岐に到着しました。まずはね、こちらの西ヶ岳、こちらを目指していきます。さあ、ここから西ヶ岳取り付きですけど、めちゃくちゃ急やな。あの上まっすぐ登ってるやん。さっきの急斜面が西ヶ岳と思ったらまだでしたね。向こうの正面にでっかい山あります。さあ、今度こそ西ヶ岳取り付きかな。さあ、ここも直登ですね。傾斜が結構きついんでね、滑りやすいんで慎重に登ってください。なんか意外と山頂が遠いところですね。偽ピークみたいなのがいっぱいあってね、騙されやすいです。今度こそこれを登れば山頂でしょう。ここもまた直登です。西ヶ岳山頂到着しました。標高は727メートル。距離はスタートしてから約5キロですね。向こうに御嶽が見えます。また来てなーって書いてんね。それでは先ほどの分岐まで戻って、今度は前山、さっきの分岐を右の方にですね進んでいきます。直登登ってきましたんでね、直登の下りなんで滑りやすいんで気をつけて降りてくださいね。めっちゃ下りにくい、ずるずるやし。先ほどの分岐まで戻ってきました。こちらクリスかな、ちょっとこっちの方ね、前山っていう山を目指していきます。めちゃくちゃ下ってんな。下った分登らなあかん。おお、向こうの岩の迫力がすごい。向こうに見える岩が向こうに見える山が前山かな。ちょっと鎖もかかってますね。これまで降りてきまして、ここから前山取り付けですかね。ここは分岐からすぐ近くですね。岩。おお、すごい。この上が前山山頂でしょうか。はい、ここが山頂ですね。何も書いてないけどな。三角点もないか。前山はよっぽどのピークハンターの方以外はね、そんなに景色も良くないんでスルーでもいいかと思います。それでは先ほどの分岐まで戻ってからもう一度御嶽に登ります。はい、先ほどの分岐まで戻りました。ただいま距離が約6キロですね。標高は672メートルです。でまた見えてる御嶽に登っていきます。こうやって見たら御嶽もでかいな。はい、それではもう一度御嶽山頂戻ってきましたので、今度はここから大田原峠降りていきます。なんかの祠になってるんですね。なんか荒々しい岩やな。大田原へ向けて一気に下山しますけど、この辺りも稜線で見晴らしが良くてね、気持ちのいいトレイルですね。
夏場は日陰が少ないから暑いかもしれんな。階段が出てきましたね。なかなか急な階段やなこれ。またぐ。だいぶ下山してきました。お、そこはフォレストアドベンチャーか。人の声がめっちゃするな。ここがフォレストアドベンチャーですね。お手洗いもあります。この施設の中を通って黄金ヶ岳登っていきます。すごいな。普通に遊びに行きたいな。フォレストアドベンチャー抜けるとこんな感じの登山道になってます。木がだいぶ伐採されてね、明るい感じがしますね。ただいま距離が約8キロ、標高が570メートルですね。次に登る黄金ヶ岳は725メートル、あと150メートルぐらいアップします。階段が急な直登の登り、こんな登りが多いですね。山マップではこの辺りが661メートル地点って書いてます。ここに見えるのが黄金ヶ岳。もうちょっとですね。これを登るのかと思いきや、こっち鎖あります。ここ下っていきます。岩場っぽくなってきましたね。お、まっすぐやな。お、すごい崖やな。鎖が連続してます。向こうに見えるのが御岳ですね。で、こっちがこれか、西ヶ岳かな。お、見晴らしいね。気持ちいいな。こっち登っていくか。お、いい名前。ああ、すごい崖やな。黄金ヶ岳山頂到着しました。黄金ヶ岳山頂、標高725メートルです。こっちの見晴らしがいいな。で、こちらの方に下山をしていきます。ここからの下りも結構急だと思いますんで、足元注意で降りたいと思います。お、いい眺めですね。また岩場が現れました。でっかい岩。はい、ここ左ですね。ここは分岐になってますね。この福泉寺跡方面に向かっていきます。はい、この先行き止まり。畠山ですかね、畑山ですかね。そこまでは行けるみたいなんで、ちょっとピーク踏みに行ってみます。ここは結構ね、人がね、山マップで見ても奇跡がいっぱいあるんで、人が結構入ってそうですね。この辺りが山頂かな。一応山頂の
プレートをつけてくれてますね。標高は595メートルです。景色は雑木林が見渡せます。また先ほどの分岐に戻ってきましたので、ここからはね、一気に下山していくかと思います。小金口、そこが登山口ですね。この辺りはちょっと痩せ尾根で右に傾斜してますんでね、ちょっと危ないんで、右に落ちないようにね、気をつけてください。分岐ではないのか。こっちだな。ちょっとね、この辺りちょっと分かりにくいんですけど、福泉寺跡がこの辺りだと思うんですけど、ちょっと山アップで見たら過ぎちゃいましたね。あの上かな。ただいま距離は約10キロ、標高は560メートルですね。あとはね、一気に下っていきます。この辺りはちょっと道幅も広くなって、傾斜もね、緩やかなんで、トレラン楽しめるコースだと思います。ちょっと落ち葉がすごいな。ピンクのテープね、してくれてますんで、ここにも目印ありますね。これを辿っていってください。図書エリア。クリンソウがやっぱり有名みたいですね。どこや。こっちか。よいしょ。よいしょ。こっち、向こうかな。木漏れ日が気持ちいいですね。さあ、ちょっと沢から離れてね、だいぶ降りてきた感じがします。園庭がありますね。獣焼きのフェンスあります。登山口まで降りてきました。なんかバス止まってんな。ここが小金ヶ岳登山口ですね。あとは道路走ってね、駐車場まで戻っていきます。ここをぐるっと回り込んでいきます。この右の方ですね。約50台止めれるそうです。駐車場の近くに乗り合いタクシーのね、バス停タクシー停みたいなのあるんですけど、ちょっとなかなか利用しにくいかもしれないですね。はい、駐車場に戻ってきました。お疲れ様でした。無事に下山してまいりまして、滝連山、滝アルプス、結構ね、お手軽に登れるように感じるんですけど、累積はね、距離の割にまあまあありますんで、結構ね、きつい登り、きついアップダウンありますんで、はい。でもね、稜線歩き楽しめますし、ちょっとしたね、岩場もありますんで、はい、いいとこだなと思います。で、またトレランに役立つ動画、コース紹介の動画アップしていきますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。動画が良かったら高評価もよろしくお願いします。では、バイバイ。